盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養成4代目北谷隆一です。今回のテーマは早めの芽切りということで、早めの芽切りってなんだっていう話なんですけど、ここ数年僕がいろいろ芽切りで結構考えてるつもりなんですけど、その中でね、今回早めの芽切りというのが意外といいんじゃないかっていうのが結構実験もして結果も出してもう何年か続けてきてるんで、これは皆さんにねおすすめしたらいいんじゃないかと。前にも一回この動画やったことあるんですけども、今回またもう一回ちょっとおさらい的な、今一度ちょっとまたお伝えと。で本題に入る前に少しだけお時間ください。今無料のねメールマガジンやっております。内容としましてはこう YouTube とかでいろいろ喋った内容を改めて活字にして、専用の動画も撮って、50通60通ぐらいも出来上がってるのかな。でもう登録者が1500人ぐらいになっております。でこの概要欄の動画の概要欄のねそのアドレスからメールアドレスだけでそれを登録するだけで無料で届きますんで、ぜひぜひそちらでも勉強してみてください。では本題に戻ります。早めの芽切りはまずどういうものかというのをちょっと順を追って説明していくんですが、まず早めの芽切りする対象の黒松はどんなものかと言いますと、黒松に限らないか、黒松、赤松、錦松、黒松系ですね。こういう芽切りが必要な系の種類に対して芽のサイズがこの1本の木の中でですけど結構差がある木で有効な場合が多いと。でこういう芽のねこれも結構差があるのを今用意してるんですけども、こういうのってね植え替えた木春にね植え替えた木に結構多いです。で元気な木の場合だったら普通に小さいのをさっきね6月の初旬か中旬ぐらいに切っといて、その後に、1週間2週間した後にまた大きい芽をね切ってというのは普通の芽切りなんですが、僕が言う早めの芽切りっていうのはだいたい時期がこれもいろいろあると思うんですけど5月中旬から下旬ぐらいがいいのでないかなと思ってます。で実際どういうふうに作業しますかと、言いますと実際やってみよう。この木でちょっとやってみますね。この木で。長い芽もあれば小さい芽もあるというのがちょっとお分かりいただけるかなと。で、これの長い芽だけちょっとちょんちょんとね。この判断はもう大体です。感覚的な。この中において明らかに平均よりはるかに大きい芽だけを切ります。先の方も強いところは多少切ってもいいかなと。今ちょっと撮影してる時期はねちょっと5月中旬より前なんですけど、こういう感じですよと説明するようにちょっとね今やってます。でこれが今だいたい切ったのがこの木の中でこれぐらいなんですけど、あとこれもう切らずに放っておきます。でこれで大事なのが作業として大事なのが切られて残った芽がまた伸びてくるんですね。これからまたねそれを絶対に触らない。これちょっと言いながら今ちゃんと見てなかったんでもうちょっと長い目ありましたごめんなさい。まだあるかもしれないけど、とりあえず切った手にして話しますね。切られてない芽を後で伸びたからって切らない。これが大事になってきます。で、なんでかっていうのを今から説明するんですが、切られた芽はものすごく強い芽を切りました。なんで切られてからでも割とすぐ2番目が出て、その2番目の成長もおそらく早いと思います。で、切られてない芽、小さい芽は今小さいからなかなか大きくならないと。で大きくならない芽、あんまり大きくならないタイプの芽、枝についてる芽とすごく大きくなるタイプの芽と。でこれを
すごく大きくなるタイプの芽を切りましたと。だったらこの子がちょっとずつ切られてない方が遅いながらもゆっくり成長しますよね。ほんで後から切られた方からまた2番目が出て、それがまあな勢いでこの子に追いつこうって言わないけど追いつくように多分芽がだんだん大きくなってきます。で最終的にはすごく最初差があったのがだんだん秋冬で同じぐらいのサイズになると、こういう計算でやってます。はい。なんで強い芽だけを切って早い芽を残すと。だったら秋冬頃に同じぐらいの芽のサイズになるだろうというのが早めの芽切りのやり方ですね。でこれ単に何も植え替えもしてない元気な子にするのもいいんですけども、植え替えしてる松って基本的に芽切り迷うとこなんですよね。しない方がいいかしてもいいかと。でしっかり根を切ってるから芽切りもしたらちょっと弱ってしまうんじゃないか枯れてしまうんじゃないかって恐れがあるから植え替えした木って芽切りしにくいんです。でもこの早めの芽切りの方法、植え替えた木の話ですが、これは取り入れますと小さい芽たくさん残してるんで強い芽だけ切ってるんでかなり安全なんですね。だから、強い芽を切って弱い芽をあと残すと。でそれで仮にねうまいことゴールが同時にならんかった、ゴールが同時にならんかったのは秋冬にきれいに大きさが揃わんかったとなったとしても強い芽だけの切り方なんで植え替えしとってもあんま枯れにくいというか安全な芽切りとも言えるんですね。はい。なんで植え替えもしてるけど芽がめっちゃ元気な子は多分結構芽切り迷うとこなんですけども、そういう場合は強い芽だけを先切っといて弱い芽残すと。でそれがじゃあいつの時期かっていう、5月中旬下旬と言ったんですが、そうですね5月中旬だったり、ゴールデンウィーク中、5月初旬だったりとか、なるべく早めにこれをすると切られた子が早く出てくるんで、そうですね、なんていうかな、この木の中の芽のサイズの大きさの差が激しければ激しいほど切る子は早めに切る。わかりますかね。ものすごい芽のサイズの差があればあるほどその強い芽を切るのは早めと。だったらその差をね早めに切った分後で追いつけると。で早めの芽切りをするけども大きい芽と小さい芽の差がそうでもないとなったら5月下旬ぐらいでもちょうどいいんじゃないかなとかね。それはもうその木の感じ、感覚的な判断にもなりますしその人のね環境にもよるんで一概に言えないんですけど、結構こういう作業する時僕がなんとなくもう自分の感覚でこれぐらいの差だったらこれぐらいじゃないかなって最初は実験する時そんな感じでやるんですけども、意外とその感覚的なんでうまくいってます。はい。だからとりあえずそうですね、これだったら5月初旬に切ってあと触らないみたいな判断を自分でして、で後からあっとけばあっといたでいいし、ちょっとさすがに切るの早すぎたなと、さっき切った子が後から小さい芽追い抜きすぎたなみたいになったら、じゃあ次の時はもうちょっとねまた切る時期を変えたらいいと。でこの早めの芽切りは毎年するようなもんではないかもしれないです。だいたい差が激しい芽ってなかなかねそんなにはないと思うんで、ちゃんと管理しとけばだいたい植え替えた後とかなんか弱った後とかね、そういう時の芽切りにこれがよく使われます、うちでは。はい。ちなみにこれちょっといっぱいやってみたんですけど、こっちぐらいだったらねこの木だったら小さい中に2つだけちょっと大きいのが2つぐらいな、これだけで終わりとかね。これ植え替えてます、この木ね。で周り小さい芽とであんまり元気、これから出ないかもしれない、でもさっき切った長い芽はほっとくとちょっと後で嫌な感じかなと。だからこれでもう今年の芽切りは終わりと。はい。
ちょっといっぱい喋りましたけど、次こんなんね、差は激しいです。実際この長い目とこれいっぱい密集目がしてるんで、中には小さい目もいるんです。このもさもさっとした中に。はい、だからこれぐらい差があったら5月初旬なのかなとか、そういう考えも出てきそうですけど、もうこれだったらそうだな、これぐらい伸びてたら5月中旬かゴールデンウィーク明け、初旬までいかんにしてもそれぐらいに切ったらいいんかなと。でこれぐらい差がね、中の小さいこの辺の子を切らないと、見えますかね、この辺の小さいのね、これに合わすとなったらもう結構切ります。ちょっと長くなりましたけど、これもやっちゃいます一回ね。どんな作業かっていうの、これも長い目だけ切るんでね、すごく簡単ですよ。枝が伸ばしたいとこはもうほっとけばいいですけど、もうトイレタンを切るだけなんでね、切り忘れるような小さいのはもうそういう残される目であるというぐらいでね。なんかまとめの話をしときながらまたちょっと作業に戻りましたけど、ほんでこういう切るとき少々葉っぱ切って大丈夫ですよね。はい、これでかいか、こんなもん、飛び出てた芽をねちょっと忘れて、これぐらいでいいか。はい、でこれいっぱい切りましたけど、中にちっちゃいのがいるんで、それが大きくなるのと切られた子が大きくなるのと同じぐらいでいくかなというところです。これもね、これも植え替えしてます。はい、こんな感じで、はい、今回早めの芽切りということでやってきたんですけども、芽切りって長いのが長いのが先なんかとかね、小さいのがどっちかとか結構分かりにくい、ただの普通の芽切りでも分かりにくいのに、さらにね早めの芽切りで強いのだけを切る、あと触らないっていうね、また新たに迷うところを僕が追加したようなところにもなっとんで、難しいとは思うんですが、そうですね、5月の初旬ぐらいにはもう一回この動画をね見てもらって、この自分の持ってる木はどのパターンなんかなって、ちょっと難しいですけど改めて考えてみてください。それでもようわからんという場合は何かしら僕にどっかのインターネットで僕見つけてメール、ダイレクトメールかなんかで質問してこられても大丈夫です。はい、またこれ難しい話なんで、またもう一回ねどっかでやってもいいかなと思います。じゃあ本日は以上です。盆栽から下はもったいない北谷養成4代目北谷隆一でした。チャンネル登録、高評価、メールマガジンもよろしくお願いします。